川の見えるのどかな平原にあるとある村。そこに問題を抱えた一軒のお宅があると聞き、依頼者のもとへ向かいました。村の様子は至って普通で、動物たちものびのびと暮らしていましたが、明らかに一軒空に浮いているお宅があります。それでは中に入るのも一苦労。いや、見ての通り家の下はスカスカでね、家を出ることも大変なんですわ。それに狭苦しくて何にも置けません。あと松明もありますが、見た感じ燃えるかもしれん思って夜もおちおち寝てられるのですわ。その地下の穴には入り口にゾンビスポナーがあるではありませんか。これでは毎晩がバイオハザード。難易度ハードでは厳しい状況です。さらに離れの倉庫の地盤もほとんどなく、入り口は木によって遮られ、出入りが困難。加えて中もそれほど広くなく、収納スペースはごくわずか。他の家々と比べて明らかに早急な改善が必要に見られます。この明らかに浮いている家の大改造。今回の匠は何ということでしょう。によって開けられた大きな穴と回されたものの残骸。これをどうにかしないことには作業を開始することもできません。匠はおもむろに木の斧を取り出しました。これで一体何をするのでしょうか。これはワールドエディットといって、大規模な地形作りに利用される便利モッドです。これでこの機能ので位置を指定してあって一気に片付けるわけですね。そう言うと海は村の中を飛び回り始め、そして地面を叩き始めました。すると何ということでしょう。残骸が一瞬に消え去れました。細かい穴は手作業で埋めていきます。家の地下に剣と松明を持って入っていくために一体何をするのでしょうか。これは湧き潰しですね。地下の空洞を明るくしておくことで、モブの湧きを抑制しておきます。でスポナーも周りを明るくしてやれば湧きませんし、これもね、経験値や人参などを手に入れることが後でできるので、何かあった時に使えるように残しておこうかなと思って今回松明をたくさん置いてますね。これでゾンビが毎晩パーティーをすることもなくなるでしょう。地上に戻ってきた匠。地面を再び洗濯したかと思うと黒ずきを敷き始めました。これは爆発が起きた時に地面が壊れないようにしたわけですね。このように吹き飛ばなくなるので地面が穴だらけになることは防げるんじゃないかなと。そしてその上に石を積み、いよいよ建築開始。
こで匠、火で燃えそうなブロックを出しましたが、これは一体。これは追加したオークのハーフブロックです。クリエイティブ専用なんですけど、オークの木に見えるものの燃えないという性質があって、木造建築の村の雰囲気ともするかなと思って今回使っています。これで爆発と火事による被害が抑えられそうです。ここで匠、容石の地盤に穴を開け始めました。ここのスペースがね後で開くので何か作っておこうかなと思って下準備をしています。一体何ができるのでしょうか。この扉も配置され、家の基盤はでき始めてきたようです。ここで匠、家の中にレバーなどを置き始めて何やら考え中。動力を送ったトラップドアをどう隠すかを考えているようです。そしてその周りを焚き火で囲い始め、水をまき始めました。これで変わった木のブロックをちょっとした飾りにするわけです。それが終わると、今度は玄関先に花壇を作り始めました。どの花を添えるか考えているようです。決まったようですね。まずは羽を吊るす場所から作り始めた匠。レンガを使ってサクサク組み立てていきました。そして家の横を新たに石で囲み始めました。一体何が始まるというのでしょうか。一通り眺めた後、また黒曜石を削ったり道を伸ばしたりしています。コンクリートパウダーをその枠の中に並べています。これは一体。ここにあるものを作りたいんですけどね、色をどうしようかなと思って今考えているところです。いくつかの準備ができたのか、大津ブロックの屋根が張られ、枠がなんとなしに完成したように見えます。すると匠、その枠の地下に潜り込み、大量の粘着ピストンを並べます。
こにね、ピストンをたくさん並べてね、大きなシャッターを作ろうかなと思っています。なんと考えていたのは4段にも及ぶピストン機構を使った大きなシャッター。回路をテストしながら組み上げていき、まず1箇所のテストをクリア。さらにここから回路をつなげていくことで、スイッチ一つで大きなシャッターを動かす装置が作られました。一仕事の後、家の床を切り崩し、ディスペンサーを配置する匠。これで防具盾を発射すると、常に同じ状態の防具盾が発射されるようだ。ここにドラゴンの頭をかぶせていき、さらに布団を使って位置調整などもしながら次々と組み合わせていく。何やら私たちも知っているものができてきた。これはもう見ての通りピアノですね。部屋が広くなりましたし、私の部屋のパソコンの後ろにもねピアノがあるんで、せっかくなんでね置いてみました。なんということでしょう。このピアノは匠のただの趣味によって設置されたようです。あとは内装を整えて依頼者が帰ってくるのは待つのみです。この村でただ一軒浮いていたこの小さな家、それがリーパーによって一瞬で吹っ飛んだ後、匠によってなんとも落ち着いた雰囲気の大きな家へと生まれ変わりました。家先には泳げるほどの広いプール、玄関は小麦の種を持つことで開く最新セキュリティで守られています。広くなった家に作られた台所、水道は水をためることもでき、食器洗いなどに便利そうです。隣には食料庫も、美味しい焼肉がすぐに食べられます。反対側には小さな机も、その下には何やら大きな箱が。実はこの箱は外と中とつながっており、郵便物やどこからともなく流れてくる卵を取り出すことができます。奥には大きなピアノ。その存在感はこの家を訪れる人を驚かせることでしょう。2階に続く階段の先には大きなベッド。そしてこの窓はなんとマジックミラーのようになっており、外からの視線を遮りつつ開放的なプライベート空間を作り出してくれます。家の横に新たに建てられた倉庫。ここは爆発に巻き込まれた馬小屋でもあるようです。もちろん馬に乗っても頭が埋まらない安心設計。ボタン一つで開閉される大きなシャッターは
ゾンビたちの侵入を確実に阻んでくれることでしょう。もちろん外からも開閉が可能です。これが今回の大改造の全貌となります。仮拠点から村上さんたちが帰ってきました。倉庫で寝ていた息子さんと爆発の被害になったお隣さんと仲良く川の字で寝ています。いや、家が吹き飛んだ時はどうなることかと思いましたが、村のシンボルの金も馬小屋も倉庫もこんないいものになって満足しています。松明もありませんし、安心して夜も眠れますね。ピアノを置けるほど広い家になりましたし、おかげさまで川細工師にもなれました。こんな大きなシャッターまでつけていただいて、これで村にゾンビや襲撃者が現れても安全ですわ。この家で息子と、それから家が治るまでお隣さんと3人でしばらく過ごしたいと思います。本当にありがとうございました。小さな間の大きな穴の上に浮いていた小さな家。大爆発と大改造によって生まれ変わったその姿もこの村から少し浮いているような気がしますが、3人で仲良くのどかに過ごしていくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。また動画が上がることがありましたらよろしくお願いいたします。それでは。